皆さんこんにちは、フォトシンです。今回は2日前に公開した季節の変わり目の風景作品解説とワンポイントアドバイスの後半になります。前回は少し雪が混じるような作品を紹介させていただきましたけれども、今回は晩秋の作品をですね、紹介していければなと思います。少し時間を遡るような感じになるんですけれども、ぜひご覧いただけたらなと思います。それでは早速始めていきたいと思います。それでは後半1枚目の作品はこちらになります。これは長野県北部の茅野平と呼ばれるところで、朝もやのね、瞬間を撮った1枚になります。ここは牧場内にある、老木、巨木がね、非常に素晴らしいものが多いので、朝霧と絡めたり、逆光と絡めたり、して撮る方がね、非常に多いです。私自身も、1年の中で何度かそういった写真を撮ったりすることもあるんですけど、本当にね、素晴らしい、環境ですね。で、このやっぱ紅葉シーズンなんかもですね、色彩に溢れて、晩秋シーズンになるとね、また老木たちの姿もね、一段とこう迫力があって、美しい場所なんですけれども、今回この作品っていうのはですね、実はキャンプをしている方たちもいたので、ちょっとこの風景の中でキャンプをしている人たちを、この霧の世界の中に、差し込んでね、撮っています。これは純粋にこのキャンプ場というかね、この場所をこう平和にこうキャンプしている人もね、写真を撮る人もこう、過ごせていったらいいなっていう思いもね、込めながらね、撮った一枚になりますね。ちょうどこの日はね、カラマツの応援も素晴らしくて、ちょっと霜なんかついていたので、この葉っぱに、水滴というかね、氷が溶けてキラキラとしていくというところで、ちょうどね、後ろの山から太陽が昇ってくると、その葉っぱがね、こう溶けてですね、氷が溶けてキラキラして、さらに漂っていた、もやにですね、光が透過して光芒が出たりなんかしてね、ものすごく幻想的でした。牧場内のね、木も本当に素晴らしいんですけど、周囲にあるね、カラマツもね、とても綺麗なので、ぜひね、行かれた際はそちらもね、見てみるといいんじゃないかなと思います。もう、冬季閉鎖になっているのでね、次は、5月以降ですかね、また春になる頃に足を運べるのをね、すごく楽しみにしています。その前に冬にちょっと行こうかなというふうに思ってますけれどもね。はい。そんな感じの一枚でした。続いてはこちらになります。ちょっと激しめな見た目のね、一枚になるんですけれども、まるで絵のような、そんなようなね、見た目なんですが、一枚撮りの写真になります。で、これはですね、楓を撮影しているんですけれども、結構前半の楓がですね、例年のごとくね、かなり傷んでるものが多くて、まじまじとこう葉っぱを写すのがね、ちょっと難しいかなっていうようなね、条件でした。ただこの日はですね、結構風が強くね、周期的に吹いていたので、風を使ってブラしてあげたら、そのシミすら色彩に混じってくれるので、そういった表現をしても面白いかなっていうふうにね、思って、このように表現をしてみました。上と下で枝を交差させるように配置して、可変式の ND と CPL を使ってですね、露光時間をコントロールして、今回は 1.5 秒で撮影をしています。この撮影の中でね、ちょっとこう気を使ったところだったんですけれども、特に上のね、枝なんですが、できる限りこう枝としてのね、こうシルエットを残して、どうしてもね、ブレちゃうんですよね。強い風が吹いてると。で、できる限り、葉っぱはブラしてあげて、でも、この枝はね、枝としてのシルエットは残してあげたいなと思ったので、その秒数がどれがいいかなというところでね、最終的には 1.5 秒にしたんですけれども、瞬間的に風が吹いて、できる限り早く撮ってあげたいっていうところで、いろいろ試して、最終的にこの、長さになりました。どうしても長い時間流すと、この枝もかなり揺れてしまうので、枝としてのこのシルエットが残らなくなってしまうので、その辺がね、ちょっと難しかったなというところなんですけど、結果的に枝もね、よく見るとブレてはいるんですけれども、シルエットとしてね、残るぐらいの、長さということで、今回この長さにしています。鮮やかな、黄色があったり、少し若めの、黄緑色があったり、晩秋チェックな、オレンジがあったりとかね、そういった色彩がね、すべてミックスしてね、独特な色彩とね、デザインを生んでくれたかなというふうにね、思っています。背後にあったね、山の存在もね、少しこの青みがかった色がね、隙間にこう、滲み出てきてくれるので、それもね、また色彩をね、豊かにしてくれるような、そんなようなね、役割もね、してくれたかなと思います。なので、結構ね、傷んでる葉っぱがあったりすると、どうしても避けたくなってしまうところなんですけど、もし風があったらね、そういったものも、活用できたりしますので、そういった形で、ND フィルターを使ってみたりしてみてもね、いいんじゃないかなと思います。続いては晩秋のブナ林の写真をいくつか紹介したいと思います。まず一つ目はこちらになります。晩秋になると、ブナのね、葉っぱの紅葉もすごく綺麗でですね、褐色だったりとか、ワインレッドのようなね、色彩をね、放ってくれますね。また、ブナの幹っていうのはですね、もともとがちょっとこう白っぽさがあるんですけど、雨で濡れるとちょっと黒くなるというか、プラス、もともとすべすべとした樹皮なんですけれども、濡れるとかなりテカテカとしたようなね、もう本当に潤いを、体全体を
を使ってね、こう出してくれるような、そんな姿になります。で、この日は本当に土砂降りで、傘を差しながらね、ずぶ濡れになりながら撮っていた、時だったんですけれども、まさにね、この晩秋の雨に打たれて、でものびのびとこう生きていく、そんなブナの姿に惹かれてね、撮影をしたものになります。この時は PL フィルターをね、つけてはいたんですけれども、もう一切この、なんでしょうね、変更を効かせないで、反射をね、マックスにした状態で撮影をしています。結構雨が降った時っていうのは PL フィルターを調整して撮りましょうみたいな、反射を撮って撮りましょうとかね、そういったことも聞くと思うんですけれども、もちろん反射を撮ると、このこってりとした、紅葉のね、色彩というのはもうちょっと引き出せるんですけど、同時にこの潤い感っていうのがですね、削ぎ落とされていきますので、私はもう最大限この潤いを表現したかったなっていうのがあったので、PL フィルターをね、効果をほぼ使わないで、逆に反射を残したまま撮影をいたしました。CPL の使い方って本当にいろいろあってですね、これが絶対正しいっていうものはね、ないと思うんですけれども、今回私はこの潤いっていうものをですね、最大限に表現したかったので、この幹のね、テカテカとした感じを最大限出せるのは、この PL の効果を一切使えないのがベストだったので、今回はそれを使わないでやりました。晩秋のね、こう雨が降った後っていうのは本当に美しいので、もちろんブナ林だけじゃないんですけれども、もみじもそうなんですけれどもね、またもし、雨が降るような日がありましたら、里に残っている紅葉をね、撮影してみてはいかがでしょうか。続いてはこちらになります。山の尾根に生きるブナの群衆たちをですね、撮影しているんですけれども、もう晩秋もね、かなり、終わりに差し掛かってきて、紅葉の色もですね、ワインレッドのようなね、非常に綺麗な晩秋らしいね、色彩を持っていました。のびのびとね、生きる彼らの姿、プラスそれを取り巻く晩秋のね、色彩というものがですね、非常に綺麗だったので、それをですね、合わせて撮影をしています。この日は朝ね、すごくドームでですね、なかなか、遠くをね、見ることができないぐらいね、濃かったんですけれども、次第にね、こう時間が経つにつれて薄まってきたっていうところだったんですけれども、結構ね、この構図を決めてからですね、撮影に至るまで霧がね、濃すぎたりとか、またはね、全くなくなる瞬間もあったりして、なかなかその霧の濃淡をね、こう掴みながら撮っていくのがね、難しかった。それもね、また面白かったところだったんですけれども、この撮影ではですね、この群衆のなっているね、ブナの木々たちの後ろのね、世界にこう霧が入ってくれるような、そういった条件をね、待ちながら撮影をね、していました。どうしても全部飲まれてしまうと、全部がこう霧で、包まれて、遠近感が全くないというかね、木々たちの存在がなかなかこう生きてくれないというようなね、もちろん幻想的なんだけど、少し、その立体的に描けるとか、木の個性がちょっと表現できないというかね、そういったところもあったので、できる限り手前のブナたちがすっきりと見えている条件で、かつその後ろに、柔らかくこう霧が漂ってくれるような、そんなような、霧の濃淡になった時に撮影をね、しております。と言ったんですけれども、いろんな、霧のね、パターンで撮っていて、最終的に一番バランスよく入ったものをピックアップしたというのがね、正解になります。できるだけそのピークポイント、自分が理想とするピークポイントの前後を、複数取っておく、10枚ぐらい取っておくというようにね、しておくと、後でセレクトができるので、結構この短時間で霧の濃淡がね、こう、差が出てしまうようなシーンではね、そんな感じで、撮影をね、することが多いですね。これからまたたくさん雪が降るエリアでもありますので、また春先にね、足を運べるのをね、非常に楽しみにしています。続いてはこちらになります。これもですね、晩秋のブナ林で撮影したものなんですけれども、先ほどのような晩秋のね、こう色彩を表現したものというよりは、残された葉っぱでこの秋の終わりを表現しようというところで、これはね、モノクロで表現をしています。ブナ林の中で上を見上げるとこんな感じでニョキニョキっと、天井をね覆ってくる枝がありました。雪国ではよく見ることのあるこのブナのねユニークな姿っていうのもですね、表現できればなというところで周りのね林の配置をね、調節しながら、撮影をしました。ちょうどこの枝の先の部分がですねこの空のスポットに収まるような感じで、配置できればなというところで、上を向きながらカメラをねこうぐるぐる回しながら、やっております。このような撮影の場面では特に水平を気にしたりすることはなくてですね、オブジェクトを優先して、周りの配置を整えて撮影をねしています。色はあえて白黒にして入れてないんですけれども、この幹がねスカスカしていって残された葉っぱがね本当にわずかに残るような、そんな状態からもですね秋の終わりをね感じられたりだとか、ちょっとしたこう虚しさみたいなものもねあったりしますけれども、まさに晩秋の、光景ということでこのような感じでね表現をしています。
続いてはこちらになります。先ほどのブナの作品と情景が異なるんですけれども、少し類似した、作品かなと思います。手前にはですね、ススキが、風に乗ってね、ゆらゆら揺れているところになるんですけれども、その頭上に水ならのね、枝が垂れ下がっていました。で、その水ならの枝っていうのはですね、ほぼほぼもう落葉が済んでいる状態で、葉っぱがちょこっとこう残っているような、そんなね、少し寂しげな感じなんですけれども、まさにこのね、秋最後の瞬間っていうね、そんな光景になるかなと思います。やっぱり葉っぱのボリュームがどんどん減っていくイコール、この秋の終わりということをですね、指し示す、サインでもあるかなと思いますので、そういったところの中で生きる、このススキの姿っていうところ。なので、この主役っていうのはですね、実はススキになります。その上の情景っていうのはですね、季節のどの季節なのかっていうのをね、指し示す、情報になるので、ここでの主役は、ススキになっていますね。私の中で季節感をですね、伝えるときっていうのは、例えば冬だったら雪っていう風になるんですけれども、雪を使わなくても冬って表現できたりすると思いますし、冬の訪れを表現するっていうこともですね、できるかなと思います。秋の終わりもですね、色彩で表現することもできればですね、こういった形で残った葉っぱの枚数だとか、その姿からその秋の終わりっていうのをですね、表現することもできるかと思うので、何か主役を決めたら、その後ろにどの時期なのか、どの季節なのかっていうのをですね、情報を通して差し込むときに、何かこれはこの時期じゃないと見れない光景かなっていうのをですね、自分の中で解釈して付加してみると季節感をね、絡めることができるかなと思いますので、今回はね、こんな感じでわずかに残った葉っぱを季節のどの位置なのかっていうところをですね、情報として付加して、その中に生きるこのススキの姿、またこれから冬が来るんだなっていうことをちょっとその余韻を残した形の作品とねしています。そんな感じで季節感というか季節のどのポイントなのかっていうのをですね、いろんなものを見ながらね、これはこの時期じゃないと見れないんじゃないかなとかでもいいんですけれども、そんなことを考えながらね構成してみると非常にね、面白いかなと思います。続いても少し地味な写真になるんですけれども、こちらは志賀高原内のね、池のほとりで、秋の終わりにふらっと訪れてね、撮影したものになります。周りにはね、もう色も何もないようなね、感じでスカスカとした状態で何を撮ろうかなっていう感じで、ふらっとね、訪れていたところで、水をね、眺めていたらかなりね、たくさんの落ち葉が、水の下にね、眠っていました。そしてよく見てみると、リフレクションの世界にですね、頭上にある木々たちの姿だったり、あとは横にあったね、笹もね、映り込んでいて、そういったものたちもね、ものすごく綺麗にね、映り込んでいました。これを見た時にね、きっとね、この頭上にあった木々たちから落ちてきた葉っぱが、私が今見ているこの水のね、中に眠っていってるんだろうなっていうことをですね、感じたんですけれども、そのね、つながりを作るというところで、少しね、こだわって水の反射をね、調節しました。PL フィルターを使って、水面の反射をですね、若干取り除いていって、あげて、この水の中のね、葉っぱの姿っていうものをですね、覗かせてあげて、でも全部取り切るんじゃなくて、少しリフレクションを残すことによって、頭上の木の姿だったり、あとは笹の姿っていうものをですね、入れ込んで、多重旅行ではないんですけれども、どちらもの、世界をですね、一緒に組み込むことによって、葉っぱたちのこの時間の流れっていうところをですね、表現できればな、季節の移ろいってものを表現できればなというふうにね、思っていました。で、ここでは結構ね、存在感が強いシルエットとして笹がね、あるんですけれども、他の広葉樹っていうのはですね、落葉していく中で、この笹っていうのは冬の間もね、この形状をキープして、雪の中でね、頑張って生き抜いていくんですけれども、そういったね、植物の違いなんかもね、入れ込めたらなというところもあって、志賀高原は特に笹もね、たくさんあるところなので、そういった彼らの姿もね、ちょっと映し込めたらなというところで、ちょっと、この中ではね、主役となるようなね、被写体になってるんですけれども、そういったところで構成して入れています。池の周りって本当にいろんなものがあって、困った時は池に行くと何かあるっていうのはね、個人的にはそんな感じで思ってるんですけれども、今回は葉っぱがあったんですけど、例えば倒木があったりとかね、古木があったりとか、またはその他のね、何かがあったりとか、しますので、そういったものとこういったリフレクションの世界のね、ものと絡めたりしながら構成していくと、またね、面白い表現ができると思います。特に晩秋はね、葉っぱが眠っていることが多いので、こういった表現もね、面白いんじゃないかなと思います。さて、残すところ2つとなりましたが、続いてはこちらになります。これは10月の中旬に撮影してるんですが、標高が高いところでね、撮っているので、若干晩秋チックなね、感じなんですけれども、竹看板をですね、撮影していますね。
この辺りは結構雪も多いところなので、雪の重みによってね、こんな感じで樹形がね、ちょっとこう、ねじ曲がったような形になってるんですが、それがまたね、美しい姿にね、見えましたね。こんな感じでね、紅葉も終えていくこの嶽看板のね、姿っていうところで、ちょっと物寂しい雰囲気もあるんですけれども、それを感じさせないようなね、下からの盛大なね、この七かまどのバックアップがあるんですけれども、なんかね、この秋の終わりをね、すごくポジティブな、華やかなね、雰囲気にしてくれているなというところで、この両者の相乗効果に惹かれてね、撮影をね、していました。で、もう一つですね、この華やかさっていうところなんですけれども、これはね、自分の立ち位置でね、調節したっていうところもあったんですが、後ろの針葉樹林で、少し隙間が空いているところがあるんですけれども、そこがね、明るいので光がね、こう盛り込んでくるようなね、そんなね、位置関係にして、撮影をね、しております。なのでね、この秋を終えていく嶽看板の紅葉のね、姿っていうところをね、左下の七かまどと、あとはね、奥の針葉樹林から入ってくる光がですね、両者で包み込むような感じで華やかな終わりを迎えていく、そんなようなね、イメージで、撮影をしました。何かね、紅葉を撮影するときには、こう終わっていく寂しいっていう構成だけじゃなくて、そこに何かね、一番こう燃えているものがあったりとか、そういったものをですね、付加してみて、両者を掛け合わせることによって、よりね、どちらもの美しさがこう際立ってくるというような、そんなようなね、相乗効果もあったりすると思いますので、そんな感じで両者をね、こう組み合わせていく、そんなところもですね、表現としてはいいんじゃないかなと思います。本当にね、シルエットが美しい嶽看板でね、また来年もね、撮影できたらいいかなというふうにはね、思っております。そして最後の1枚はこちらになります。ちょっとね、暗くて、地味な1枚になるんですけれども、これはですね、11月の中旬に、里のね、もみじを撮影したものになるんですが、パッと見てね、これもみじですかっていうところになるんですけれども、実は言うとね、これ手前に鉄格子のようにね、こう張り巡らされたね、枝があるんですけれども、これはね、実は言うと桜の、枝になります。もう落葉しきってしまって枝だけが残っているんですが、その密になった枝の奥にじわっとね、残っていた楓の姿っていうものをですね、撮っています。で、実際とここは何度もね、通っている場所で車で走らせていて、楓綺麗だなぁなんて思いながらね、いつも走ってたんですけど、この日たまたまね、もうサンセットの後の、無残照の時間にね、車を走らせていて、パッと見た時にものすごく惹かれたんですね。何に惹かれたかというと、やはりこのね、散ってしまった桜の枝がね、ごちゃごちゃしているその奥に何かが潜んでいるような、そういった、ものがね、感じられました。こう赤くじわっと滲んで、何かこう心音のようなものをね、刻むような、そういったなんかね、独特な気持ちにさせられたので、急いで車をね、ちょっと先の駐車場に止めて戻って、撮影をしたというところですね。私はきっとこの鉄格子のような桜のね、枝がなかったら、ストレートにこの楓がね、見えていたら赤くて綺麗だなとは思ったかもしれないんですけども、多分撮影をしようとはね、思わなかったかなというふうにはね、思っています。何かね、こう不確かなもので奥底でうごめいていたりとか、心拍を刻んでいるような、何かそういったものにこう何があるんだろうという好奇心、それをですね、純粋に表現してみようというところで挑んだものだったので、きっとストレートに見えていたらね、惹かれなかったのかなと思っています。不確かだからこそ感じられる、美しさだったりとか、惹かれる気持ちがあったりとか、それはね、視覚的に見て、綺麗っていうものじゃなくてね、何か心の奥底をね、こう掴むような、そんなようなね、美しさがあったので、今回もそれを感じながらね、撮ったというものになります。秋の撮影ってね、本当にいろんな、表現があったりとか、いろんな美しさがあると思うんですけれども、こういったね、不確かなものから生まれてくる美しさっていうものもね、きっとあるんじゃないかなと思うので、ぜひですね、終わりゆく中残る、色彩で、そんなものがありましたら、ちょっとね、シャッターを切ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、最後ね、ちょっと地味な作品になったんですけれども、これで以上になります。はい、ということで、今回は季節の変わり目の風景、作品の解説とワンポイントアドバイスということで、前半と後半をね、お届けいたしました。最後までお聞きいただき、本当にありがとうございました。本当はね、もっとたくさんね、紹介したかったりとか、あとは Vlog もね、やれたらよかったんですけれども、ちょっとね、今年の秋はね、忙しすぎたというところもあって、また冬からですね、撮影の動画もですね、お届けできればと思いますし、またこんな感じで、作品の紹介もね、させていただきながら、ちょっとワンポイントアドバイスみたいなこともですね、続けていければなと思いますのでね、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
します。そして最後はね、ちょっとだけまたお知らせになるんですが、2026年のカレンダーも販売しておりますので、ぜひそちらの方もチェックしていただければと思います。また、冬のフォトツアーもですね、若干まだ空きがありますので、興味のある方は、下の概要欄から、リンクがありますので、ご予約の方、ご参加の方いただければなと思います。で、今、12月と1月のツアーをですね、予約を開始していたんですけれども、2月3月のツアーのね、予約もですね、12月の中頃に、ご案内できればと思いますので、またそのお知らせはね、別途させていただく予定です。はい、ということで、お知らせは以上になります。非常にね、寒くなってきましたのでね、皆さん体調管理しっかりして、冬の撮影も楽しんでまいりましょう。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。